ちは、プロクライマーの原田海です。今日も、ゲストに来てもらって、前回と同じドフ系なんですけど、今日は、ドフ系の、得意っていうか、ドフ系といえば、スラブがうまいっていうイメージが本当に強いと思うので、そのドフ系にスラブのコツを教わりたいと思います。で、この課題があるので、ちょうどこの黒色のホールドを使った課題で教えてもらおうかなと思います。最初一回手を使わずに立ち上がって足だけで移動するって感じですよね。この上にホールドがこうついてるんですけど、これもうほぼ手であんま持てないようになってるんで、もうこういう足で挟んだりここに乗ったりして、本当になんかバランス取りながら歩いていくみたいな感じになって、でやっぱそれもここも斜面になってるから、普通に乗るだけだともちろんパッと滑っちゃうし、だからこう挟みながら動いていかないといけなくて、そういうのは結構ドフ選手はうまいので、ちょっと教えてもらおうかなと思ってます。スラブっていうのはその90度より連携してる壁です。そう、この横から見てもらうと分かるんですけど、普通90度ってこんぐらい、本当はこんぐらいなんですけど、それよりこう寝てるっていうか、こっち側に寝てるので、ちょっとこう壁に寄りかかる感じで、登るっていうよりは落ちないようにバランスを取るっていう感じの動きになって、だからあんまり手は使わないことの方が多いですね。別種目って言っていいぐらい違いますね。結構違うね。指使わないもんね、これ。特にこれはそうですね。典型的なスラブじゃない？これ、課題。これ、しかもこういう課題ってまだ流行りだしてというか、多分2、3年、ここ2、3年とかなんで、だから逆に最近の小中学生とか高校生とかの方がうまいとかはありますね。でも今日的にもワールドカップ予選準決出てきたらいい感じにばれてそうですよね。準決とか悪くない？準決でやりそうじゃないこれ、普通に。もう一手長くてゾーンが1個上って感じですよね。確かに。ゴールドにちょっとリスキーにして、プッシュした後ゾーンみたいな。でも全然ワールドカップで出てきてもおかしくないレベルぐらいの課題です。とりあえずじゃあ全然できなかったらめっちゃ難しいなこれ。とりあえず俺がやってみるか、じゃあ。はい。でその後にドッキーがやる。めっちゃ緊張する。それは普通の課題と違って大会用に作られた壁なので、本当に大会でこの4本貼ってあるところにスタートして、真ん中にゾーンっていう棒、中間地点みたいなのがあって、ゴールがテープが貼ってあってって感じなんで、これ4本貼ってるんで、まずこのホールド1個に手と足全部置かないといけないので、結構それだけでも難しいです。ということでやります。みたいな感じで足が滑って落ちるっていうのがほぼですね、この課題に関しては。ポイントはこの動いてる間も常にこう挟んでる力を入れてないとやっぱ滑ってきちゃうんで、今のも多分この動かしながらちょっとずつやっぱり力が弱くなってってるんで、それをいかにずっと踏んでられるかっていうのは。やっぱり最初のゾーンって書いてある大きいやつの左側に体を一回持ってきてから上に行かなきゃいけないんで、その左に移動するまでが難しいですね。これ一撃したいな。一撃ってかないな。
絶対上のが悪いですよこれ。そうこれもなんか下は結構本当に足なんですけど、最後の最後でちょっと、まあ、上半身というか使うところが出てくるんで、足のバランスから手のバランスに変わる感じですよね。そこの重心の移し方とかもすごい難しくて、めちゃくちゃ繊細っすね。めっちゃ繊細で、しかもこういう課題ってその技術っていうよりは、まあ、大会立った時にその制限時間内に登るっていうなんか緊張感でやると余計になんか落ちたりしたら苛立ってきちゃってどんどんできなくなってくるっていうのが多くて、だからこそこういうのはあんまり、下げる系です、トライしない方が僕はいいと思う。やりすぎるとどんどん滑っちゃってなんかもう沼みたいにはまっちゃうんで試合でこそ結構難しい。そうですね。しかもこういうのって疲れないんですよ。だからできちゃうんですけど、でもそれだと集中できてなくてどんどんなんかなんでできないねみたいな感じでイライラしちゃって余計できなくなる。でも疲れてないからどんどんやっちゃうみたいな。カイ君がワールドカップ優勝した時もこんな感じの課題がした。あ、そうですね。赤のあれも飛びつく系でしたね。あれもだからもう一発で登るって決めてやってたんで。あ、落ちちゃった。めっちゃ悔しいな。これはもう壁の中にずっと入ってるってことですね。こう体をもうずっと壁にくっつけておくくらいに入り込んでいった方が足も滑らないし手も伸びるしって感じです。うわ、ナイス。俺の方が先にできちゃった。ちょっとでもこう取っちゃうとバランス崩しちゃうんで、めちゃくちゃ体幹使える。見るだけもう上に顔めっちゃやばい、ハマってる。これがスラブですね。はい。こうやって多分どんどん焦ってできなくなってるパターンですね。これだんだん多分下もできなくなってくるやつ。マジで。なるよね。さっきできてたのにってなる。最終トライ一番ダメだったりしますもんね。ああ、マジで悔しいな。疲れへんからなんか嫌やな。タイミング難しいですね。行く。まあ本当に、まあ、練習は別として大会で登れる人はやっぱ絶対こういう課題登れる人は落ち着いてますね。やっぱ焦るとどんどん、まあ、なんか重心も上がっちゃって足に力入んなくなっちゃうんで、まあ、あと豆知識なんですけどスラブやるときはベロ出してます俺。ベロ出すと横隔膜下がって重心下がるんですよっていう。多分真似しやすいのだとあれですよね、ベルクロ緩めるとか。ああ、俺逆に系は特にですね。俺逆に締めるけど。そうなんですか。なんかめっちゃレアケース。反発する力がなんか俺基本登ってる時になんか浮いてる感覚でやりたくて、ああ、はいはいはい。だからなんかこのベタって踏むっていうよりは自分の体重とその靴の反発でホールドを踏んでる感覚でやってて、じゃ結構なんで今滑ったんだみたいな滑り方しません？中村さんにそれが怖いんですよね。なんか体重を落としてると滑る、あ、やっぱりっていうのが分かるんで、なんか逆にどのタイミングでなんか攻めるかみたいな駆け引きが安定するけど、確かにそれでビビっちゃうのはあります。滑りそうで。だいぶマニアックな話になったけど分かる人は相当限られてますね。でもこういうモテ課題やるときはいろんなタイプいると思いますけど、ベルクロを緩めるっていう人が多いです。なんならもう外すくらいの感じでやってもこのやっぱこの足首の可動域がこれでちょっとまあ狭まるので、これをちょっと緩めてこ
より倒れるようにして、接地面を大きくするっていうのが理由なんですけど、僕はこれも本当に人それぞれなんですけど、ああいうやつに乗るときってやっぱ接地面が大きい方が、その摩擦の力が加わるんでいいって言われてるんですけど、僕は逆にこう足首を倒さなくて、なんかこうつま先で立った状態でこう乗ることが多いから、そうだから全然違うんですよね。僕はこの乗ってる力とこのつま先足首の反発で力加えてるんで、こっちにするとどうしても全部逃げちゃって、これはもう結構時と場合です。時と場合そこからジャンプするとかだったらカイ君の方がいいし、ゆっくり動くんだったら多分僕の方がいいとか、そういう感じだと思う。使い分けれたら一番強いですけどね。そうね。靴の構造とかにもよる。そこはもう運ですよね。そうどっちが来るかは。登る。やばい、マジでハマってきてるなこれは。そういう課題ってさ、こうやってハマるやん。で別の課題もういいやん、別の課題やるやん。で最後もう一回戻ってきたり一発でできたり。それなんですよ。それがうざい。なんでさっきできんかったっていうのがもう。そういうのってやっぱ上手くなったわけじゃなくて、もう単純にその気持ちの問題で、やっぱイライラしてなくてこうやったりするとすぐできちゃったりもするし。気合入ったトライ空回りしがちですよね。一発で登るってやった時大体スタートで全て落ちるから。本当にそれできなくても1回くらいの方が、ダメなんだよな、できないと。パッと見こう傾斜こってる方が難しそうだけど、そうでもないですね。はい。傾斜の方がなんかやれば強くなるんですけど、こっちはもう何練習したらいいかわかんないんで、それが難しいですね。なんかやったらしても上手くならないところもあるので。本当に別種目だよ。全然意識する場所も違うし。よし。なんで？全然できないんですけど、やばい。じゃあ行き過ぎやねん。買いすぎやねん。だってさ、取った時ってさ、こっち向いてないよ。なんかもう足切ってこうそのさっきのカイ君みたいに飛ぶイメージだったんですよ。だから立ち上がらずにもう正面向いた状態でそのまま上がるって感じ。あ、そう、こっち向かずにですか。そうそうそう。体上がりません。剥がれる前にもうてかでもそっちの方が足残るな。こんぐらいからいくの？うますぎ。うますぎ。これでああ、無理か。でもこんぐらいの気持ち。へえ。やばい、教わっちゃってる。それな。引けたスラブを教わってみた。こんなハマると思ってなかった。こっちで押してから取ってる。そうなんですよ。それができてないんですよ。で、なんか黄色とか赤とか避けてから入るんじゃないですか。いやもうもうそのまま斜め。
なるほど。甲斐さんの言った通りでした。まさに。芸人スラムを教えてみたただあの息う前に出るがもうそのまますぎた。なるほど。ありがとうございます。感じですね。今のポイントじゃあもう一回おさらいするとどこがこやっぱり、最初は本当に、重心を下げてこう移動していってで、ゾーンっていう真ん中の中間地点を越えた後に、ちょっとその瞬発力というかを使って逆に重心を上げないといけないところが出てくるんで、その切り替えが難しいです。最後実演ちょっと今のやつをしながら。なんか、悪い例っていうか悪くはないですけど、こう最後まで上がっちゃってこの重心を下げたままこういっちゃうと届かなくなっちゃったりして、なんか手でしっかり持てなくなっちゃうし、重心がこの左側に残っちゃって、取った後もこう回ってきて体が壁から剥がされちゃうんで、逆に壁から離した状態から勢いを使って入ると、ピタッと止まると思います。さっきはこのままこう立ち上がったんですけど、逆にちょっと離しながらと、今落ちちゃったけどっていう感じです。違い的には1個目の方は左上に行く動き方ですよね。そうです。はい、なんで次のホールドが左側にあるみたいな動きを僕がしちゃってたんでずっとできなかったです。どっちが正解とかはないです。僕はこうやっていくのがやりやすいけど、こういく人もいるし、でもそれでできないわけでもないしって感じかな。でも下はもう完全にここをもうこう挟みながら、股関節で挟みながらこうずっと動いていくんで、こう動いてる間にこの右足が力が抜けちゃったりしたら滑るし、逆にこっちの力がもし力が抜けちゃったりしたら滑るんで、ずっと両方にこう力入れながら動かないといけない。北海道とボールの次取りやってたんですけど、普通に下割れです。下がなんであんなってしたのか分かんないくらいの。逆に俺は下が苦手だったから下越えちゃえばって感じだったんですけど、こういう一つの課題の中でも得意不得意がパートで分かれてきますね。そこが全然違うなと思うので、言い訳みたいになっちゃった。じゃあ選手によってもこうグラフがあるとしたらやっぱめちゃくちゃ能力でデッコミ引っ込みそうですね。五角形で綺麗に整ってる人なかなかいないです。心さんが一番近いんじゃないですか。安定感。それでいうと日本人は結構整ってるけど、確かに。ヨーロピアンとアメリカ人の尖り方半端ないですよね。だから強いですよね。確かに。もう優勝か予選落ちかくらい。ありますね。だからそれ言っちゃうと言い訳になるんで、だから全部できるようにしないと。だからやっぱ傾向とかその流行りとかそういうのもすごい重要になってきますよね。最近例えばスラブだったらスラブの中でもこういう系のスラブが多いのか、また違うタイプのスラブが多いのかっていうので練習方法も変わりますし、そこの読み合いというか賭けっていうか正直もうそんなの考えてたらきりないし、正解ないんで、賭けだからこのスポーツはむずい。何が来てもいいように準備しながら、でも傾向は多少あるよ。多少、最近なくない？強い人が固まりすぎてるだけな気はしますけどね。みんなっていうか、ある程度の人たちが10人くらいがいつも強いから結構なさそうに見えるけど、多分全部できちゃってるだけなんで。2、3年前よりは、確かにそれよりは2、3年前にすごい流行りがあって、そのちょうどオリンピックが決まってよりダイナミックな動きが流行りだして、その時はもう本当にそればっかで、それこそそれができる人が強いみたいな時代もあったんですけど、今は落ち着いてきて、総合力を求められるようになってきたので、そういう意味では日本の課題が一番尖ってますよね。傾向としては偏りがすごいですね。ということで今日は飛型にスラブを教えてみたということでね、なっちゃいましたね。逆になってしまいましたが、多分なんかより深い話っていうか、
スラブについて深い話もしたし、なんか選手だからこそ分かるところも多分話せてると思うので、参考になる動画になったんじゃないかなと思います。いや、教わっちゃったっていうのがすごい求められてたのとは違う形になって申し訳ないですけど、いやでも僕自身すごい勉強になったんでいい機会でした。ありがとうございます。この課題はっていう、今日はっていうのもあるしね、実際いろいろありますけど、日によっての単純にでも下手だったな今のは。コンディションの違いとかもあるんでゴールがなさそうですね。ないですね。何を目指してるのか自分で分かんない自分の理想に向かって頑張っていくだけですもんね。だからその、憧れてる人は誰みたいなのも多分ない人もいるし、俺もそうだし。僕はカイ君憧れてますけどね。知ってるなんかでもさ、完全に俺になりたいわけじゃない、この能力を持って自分の能力を上乗せしたいって感じですもんね。だから誰かの能力は欲しいけど、その人になりたいわけじゃないっていうか、難しいですね。だからその憧れてる人より自分が強いところもあるから、だからゴールがないですね。だから面白いんですけど、仮にグラフがあったら自分はどういうグラフにしたいかみたいなのはあるけど、誰かみたいな能力になりたいわけではない。そうですね。だから、俺とかは基本その綺麗な五角形にするとしたら五角形にしたくて、でも全然もうこういうグラフにしたいっていう人もいるし、それはもう人それぞれ正解もないし、その人が強い時もあるし、五角形が強い時もある。やっぱ尖ってる人に勝てないと悔しくなってそこ伸ばしたくなっちゃいますもんね。でもそれ伸ばすと崩れるし、自分が崩れちゃうから、だから他人に影響されると結構あんまり良くない傾向があります、僕はそれでよくやらかしてます負けた大会後とか結構崩れてますね。自分ができないっていうか、上りが良くないとやっぱそういうのに流されがちなんで、自分の目指すとこ芯をしっかり持って努力しなきゃってことですもんね。深いね真面目に話しちゃったそうなると多分どのスポーツもそうだと思う。若いけど大人っぽくなる理由はちょっと分かるこれをそのコーチとかに言われずに自分で気づくないと、この世界で来れないんで、そのコーチが現場はもう自分しかいないですからね。つけないし、俺ら世代は特にそのコーチをつけるっていう競技になってなかったから、確かに一人でこう考えるしかなかった。なんかそのトレーニングメニューの筋トレとかのこれを何セットやるとかはもちろん専門家とかに聞いた方がいいし、こういう目標っていうのを自分で立ててメニュー組んでもらうとかはありですけど、やっぱこういうクライミングをしたいとかそういうのは自分で考えないと始まらないですね。はい、感じですいい動画じゃないですかこれねって感じで、今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もお願いします